これは2025年に火星で撮影されたパノラマ画像。リアルな火星の様子が伝わってくる高解像度の画像です。そしてこちらが約50年前に撮影されたカラー画像。双子の探査機バイキングが初めて火星への軟着陸に成功した際の歴史的な光景です。最新画像と比べても半世紀前とは思えないほど鮮明に映っています。バイキングは当初の運用予定だった90日間を超えて6年以上も火星からデータを送り続けました。今回は50年前にバイキング探査機が見た火星の本当の姿を 4K 解像度の実写画像で紹介します。100年以上前から火星は人類にとって未来への希望であり、同時に畏怖の対象でもありました。1887年に望遠鏡で火星を見たとある天文学者は、火星の表面に線状の模様を確認します。後になってこの模様は目の錯覚であることが判明しましたが、運河という言葉に誤訳されたことで誤ったニュアンスが世間に広まり、知的生命体が存在するというイメージが浸透しました。地球以外に生命を宿す唯一の近隣惑星、あるいは地球侵略を目論む火星人の住処。SF の世界だけにとどまらず、天文学者の間でも火星の知的生命体について真剣に議論されていたのです。火星人の疑惑に終止符を打ったのは、1965年に初めて火星を訪れた NASA のマリナー4号。マリナー4号はクレーターだらけの殺風景な写真を人類に突きつけ、生命が存在するという希望を木っ端みじんに打ち砕きました。この辺りの経緯は別の動画で詳しく解説しているので、合わせて視聴することで理解が深まるかと思います。マリナー4号による火星ミッションが成功した後、後続機は火星の周回軌道に入り、7300枚以上の画像を送信。死んだ惑星と思われていた火星に、水の流れによって生まれたような地形が発見され、生命の存在が再び期待されるようになりました。過去に生命がいたのか、それとも現在も火星のどこかに潜んでいるのか。確信に迫るためには火星の地面に降り立って直接調べるしかありません。しかし50年前のテクノロジーでは探査機を火星の軌道上に投入するだけでも精一杯。1971年にソ連の探査機が着陸そのものには成功しましたが、わずか数秒で通信が途絶えています。安全に着陸させる上にサンプルを採取するというのは恐ろしく難しいことだったのです。初の火星への着陸と生命の探査を見据えたバイキングミッションは当時としては非常に野心的で、ある意味無謀とも言えるほどの難易度でした。このミッションでは全く同じ機体であるバイキング1号と2号が作られて並行して運用されることになりました。2つのバイキング探査機はそれぞれ2種類の機体によって構成されています。地表に降り立って土壌のサンプルを分析するための着陸機ランダー、そしてランダーを火星まで送り届けて通信の中継を担い、火星周回軌道上から大気を調べる周回機オービターです。地上と上空から同時に分析を進めることで、これまで以上に詳しく火星を理解することができます。バイキング計画にかかった費用は現在のドルに換算するとおよそ89億ドル、日本円では1兆3000億円です。アポロ計画を除けば最も高額なミッションとなりました。まるで火星の砂に大金を埋めに行くようなもの。当時の NASA がどれほど火星探査を重視していたのかがよくわかります。1975年8月20日、ケープカナベラル空軍基地からバイキング1号が打ち上げられ、火星への304日間の旅に出かけます。翌月の9日には、バイキング2号も打ち上げられ、320日間の旅を始めました。当初の予定では、バイキング1号はアメリカの建国200周年に合わせて、翌年の7月4日に着陸することになっていました。ところが、後になって撮影された写真から、着陸予定地点が思っていた以上に荒れていることがわかります。新しい着陸地点を決めるために、着陸は2週間以上遅れることになりました。
最終的に決まったバイキング1号の着陸場所がマリネリス峡谷の北に位置するクリュセ平原。クリュセ平原は遥か昔にできたクレーターだと考えられている広大な低地です。後の調査では水の流れた痕跡と思われる地形が確認されており、大規模な洪水によって削り取られた巨大な流水路だった可能性があります。平坦で障害物のないクリュセ平原は着陸にうってつけの場所です。打ち上げ翌年の6月19日、バイキング1号が火星の周回軌道に入ります。オービターからランダーが分離し、ランダーは地表への降下を開始しました。軌道投入から約1ヶ月後、ランダーがクリュセ平原への着陸に成功。偶然にもアポロ11号による月面着陸の7周年を迎えた日でした。これまで火星を宇宙から眺めることしかできなかった人類は、初めて地表の光景を目にします。これが火星の地表で撮影された初のパノラマ画像。着陸から3日後に撮影されたものです。見渡す限り小石だらけのなだらかな大地が広がっています。一見すると地球に似ている光景ですが、気圧も気温も人間が住むにはあまりに過酷すぎます。温度計が示した夜明け前の気温は摂氏マイナス86度、午後は摂氏マイナス33度でした。豊かな緑も新鮮な水もありません。殺風景で乾燥しきった世界は人間の来訪を固く拒んでいるように見えます。別の写真を見ると、ランダーの足元にも小石が散乱していました。人工物が初めて地球外惑星の大地を踏みしめた記念すべき瞬間です。これが火星の地表を捉えた初のカラー画像。赤茶色の地面や薄い空の色がくっきりと映っています。火星には明るい赤褐色の地域と暗い地域があり、表面の7割以上が赤褐色で覆われています。赤い土の正体は鉄の酸化物、つまり鉄の錆です。大気中に含まれるわずかな酸素が岩石の鉄と反応し、火星は赤い惑星になりました。一方、ランダーと分離したオービターも周回軌道上からランダーとの通信を中継しつつ大気の調査を始めました。これは朝に撮影された火星の雲。薄く筋張った雲が広がっており、下の地面が透けて見えています。太陽系で最大の山、オリンポス山。周囲の地面からの高さを計算すると約 27km もあり、エベレストの3倍に匹敵します。それに対して裾野の広さはおよそ 600km。フランスの国土をほとんど覆ってしまうほど広く、潰れた平たい形をしています。約 4000km という途方もない長さを持つマリネリス峡谷。幅は 200km 以上、深さは 8km から 10km もあると推測されています。宇宙から簡単に見つけることができ、地球最大級の峡谷であるグランドキャニオンも霞むほどのスケールです。2つある火星の衛星のうち、大きい方の衛星であるフォボス。一辺の長さが 30km にも満たないジャガイモのような小さな天体です。左上には直径 9km の非常に大きいクレーターがあり、過去に経験した壮絶な衝突の歴史を物語っています。1号のランダーが着陸した5日後に、遅れてやってきたバイキング2号が火星の周回軌道に投入。2号のランダーは9月3日にユートピア平原に着陸しました。ユートピア平原は火星の北半球に位置する直径 3300km の巨大な盆地です。この画像は2021年のデータをもとに作られたもので、疑似カラーではなく、実際に人間の目で見た色が反映されています。1号のランダーが着陸した平原よりもさらに広く、調査には絶好の場所です。周回軌道への投入から約1ヶ月後に2号のランダーも着陸に成功。2号のランダーが目にした光景は、1号が撮影した画像とは異なる火星の姿でした。最初のカラー画像を見ると、地平線がまっすぐに広がっており、
グリュセ平原よりも平坦な盆地であることがわかります。別のカラー画像では赤褐色の色彩がかなり抑えられて、地面の質感がはっきりと映っています。地形だけでなく、落ちている石の大きさや形もグリュセ平原とはかなり違うようです。別のカメラからのパノラマ画像を見ると、その違いがはっきりとわかります。北極に近いため、石や土壌に薄い氷の層が広がっているのです。この氷は髪の毛よりもさらに薄く、厚みは 0.02 ミリ以下だと考えられています。これほど至近距離から火星の氷を観察できたのは初めてのことでした。一方で、火星周回軌道を回る2号のオービターは、フォボスと同じ火星の衛星ダイモスを捉えています。ダイモスはフォボスよりもさらに小さく、最大辺でも 15km しかありません。重力も相応に小さく、クレーターに覆われた不格好な形が特徴です。2号のオービターも1号と同じように上空から火星の地形を数多く撮影しています。両者に共通する特徴は、液体の水が存在した証拠と思われる地形を見つけたことです。数億年前には洪水によって大量の水が何千キロメートルも移動し、巨大な谷や溝といった痕跡として大地に刻まれています。例えば、これは1号と2号のオービターが撮影したマリネリス峡谷の画像です。水の流れによって岩が浸食され、入り組んだ地形が生まれたと言われています。マリナー4号の調査によって完全に否定されたと思われていた生命の存在が、水の痕跡によって現実味を帯びてきました。そうなると次に重要なのが火星の土壌を詳しく分析することです。バイキング探査機は初めて訪れた火星の地表で何を発見したのでしょうか。1号と2号のランダーにはサンプルを採取するためのロボットアームや、サンプルを化学分析にかけるための生物学実験装置が搭載されています。やり方は単純です。1杯分の土壌を容器に入れて、栄養素と放射性炭素を含む水を加えるだけ。もし採取した土壌の中に微生物がいれば、栄養素を消費して二酸化炭素のガスを排出するはずです。実験の結果は陽性でした。科学者の思惑通り、二酸化炭素の放出量が増えたのです。この結果は火星の土壌に含まれていた微生物による生命活動によるものに違いないと期待されました。ところが、並行して行われた有機化合物の測定実験は陰性。つまり土壌に有機物が含まれていなかったのです。地球の生物は基本的に有機物で構成されています。先ほどの実験で確認された二酸化炭素の急増が微生物によるものであれば、有機物が検出されないとおかしいのです。後に二酸化炭素の急増は生命活動によるものではなく、土壌そのものが持つ科学的な性質によるものだと結論付けられています。しかし、ランダーに搭載された装置だけでは、それ以上の詳しい分析は困難でした。火星に生命は存在するのか。100年にわたる根源的な疑問を解決する決定的な証拠は残念ながら見つかりませんでした。その反面、大きな収穫もありました。まずは地球の生命に不可欠な元素がいくつも発見されたことです。気圧や気温こそ生命にとって過酷な環境ではありますが、地下の深いところであれば細々と生き延びている微生物がいるかもしれません。また、先ほど述べたように、至るところで水の痕跡が見つかり、過去に大量の水があった可能性が高まりました。地球をはるかにしのぐ規模の峡谷や火山は、かつて火星の赤い大地が生きて動いていたことを示す証拠です。極地の近くでは薄い氷が張り、空には霧も立ち、毎日のように日が昇っては沈みます。太陽光が青白く無散する日の出と日の入りは、地球では見られない幻想的な光景です。そこにはクレーターだらけの荒れ果てた土地ではなく、荒涼とした中に生命の気配を感じさせる美しい世界が広がっていました。死んだ惑星と思われていた火星にかすかに残る活動の痕跡をバイキング探査機は確かに捉えたのです。
ミッションの予定期間は90日間でしたが、探査機は設計寿命を超えてもデータを送り続けました。1号と2号のオービターはミッション終了までに合計52,663枚の画像を送信し、火星表面の 97% を測量することに成功します。最後まで稼働し続けた1号のランダーの活動期間はなんと6年以上。ランダーの発電システムには放射性同位元素熱電発電機が採用されています。これは燃料であるプルトニウム238の崩壊によって生まれる熱を電気に変換する方法です。故障や摩耗の恐れがある部品がなく、太陽光発電のように天候に左右されることもないため、安定して長期間電力を生み出せます。現在稼働している探査機にもこの発電方法が採用されており、信頼性の高いシステムの一つです。しかし残念なことに地球から送信されたコマンドのミスが原因で通信が途絶えてしまいます。その後も通信が復活することはなく、バイキングミッションは静かに幕を下ろしました。ミッション終了から24年後に火星を周回する衛星が上空から1号のランダーの姿を捉えています。役割を終えて人間の時間軸から切り離されたランダーは火星の砂に埋もれながら今も沈黙を守り続けています。バイキング計画では人類初となる火星表面への着陸成功という輝かしい実績と、水の痕跡を含む貴重なデータの数々を得ることができました。ここまでの成果を得られれば火星探査はさらに活発になりそうなものですが、火星への関心はむしろ下がっていくことになります。巨額の費用を投じて大規模なミッションを立ち上げ、探査機を地表まで送り届けてサンプルを採取したにもかかわらず、生命の決定的な証拠は見つかりませんでした。火星に生命がいたとしても、これ以上どうやって探せばいいのか。終わりの見えない探求の迷路を前に諦めが漂っても無理はありません。再び火星の地表に探査機を飛ばそうものなら、さらなる出費は避けられませんが、当時の NASA にそこまでの余裕はありませんでした。バイキング計画が行われた時代には、太陽系グランドツアーを予定していた双子の探査機ボイジャー、そして有人宇宙飛行の要となるスペースシャトル計画も同時に進行していたのです。国民の関心の低さを口実に予算が削減され、火星探査の優先度はみるみるうちに下がっていきました。ところが、いくつかのきっかけによって状況は一変します。まず、約41億年前の火星からやってきた隕石が南極で発見されたことです。隕石に含まれるバクテリアのような構造物が写った顕微鏡写真が公開され、瞬く間に世界中で話題となりました。このテーマは別の動画で詳しく取り上げているので、合わせて視聴することで理解が深まるかと思います。生物が隕石に乗って惑星の間を行き交う。この可能性をフィクションだと嘲笑できないことが長年の研究で分かってきたのです。微生物の生命力は人間の想像をはるかに超えます。深海数千メートルの熱水噴出口、南極の氷の割れ目、果ては上空 10km から 50km の範囲にわたる成層圏にまで微生物が発見されているのです。宇宙空間に約10日間さらされたクマムシが蘇生したことはすでに確認されています。有害な放射線とマイナス270度という凄まじい低温に耐えられる生命がいないとは限りません。また、バイキングランダーが火星で行った化学分析の結果も見直されました。確かに土壌から有機物は検出されませんでしたが、そもそもランダーに搭載された装置の感度が十分でなかったというのです。その後の検証によって地球の特定の環境下にある有機物をバイキングのランダーが検出できないことが判明しています。それに加えて分析を行ったのは火星の2カ所のみ。2つの釣り場で釣り針を垂らして魚が釣れなかったというだけで、地球の海すべてに魚がいないと断定するのはあまりに早計です。これを受けて
1996年、NASA はマーズパスファインダーを打ち上げます。およそ20年ぶりとなる2度目の火星着陸ミッションです。マーズパスファインダーにはソジャーナというローバーが搭載されていました。ローバーとは車輪のついた車両型のロボット探査機です。上空から広範囲を俯瞰できるオービター、着陸して地上の1箇所をじっくり分析できるランダーに対して、ローバーは地上を自由に移動しながら深い分析が行えます。マーズパスファインダーは大気圏突入後にパラシュートを開き、巨大なエアバッグで衝撃を緩和するという斬新な方法で着陸に成功。バイキング探査機よりも高解像度のパノラマ写真を撮影しました。着陸地点のアレス渓谷は火星で最も岩の多い領域として知られています。これらの岩は過去に大規模な洪水によって堆積したと言われており、水の手がかりが豊富にあるという理由で選ばれました。3ヶ月弱という短い稼働期間で1万7000枚以上の画像を送信し、岩石や土壌など15を超える化学分析を実施。バイキング計画の14分の1以下という低コストにもかかわらず、ローバーの実用性の高さを証明してみせました。このミッションを機に、火星探査はローバーが主役として活躍するようになり、火星探査の黄金時代が始まったと言えます。そして、火星ミッションで最長稼働記録を打ち立てた双子のローバー、スピリットとオポチュニティのミッションへとつながっていくのです。スピリットとオポチュニティの長編動画は現在制作中です。今年中には投稿できるので、気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた別の動画でお会いしましょう。